先が見えんの。ハイビームにしたらこの足元が見えへんやん。足元の路面が。かといってハイビームにしないとこのカーブとかの先、道路の先がどうなってるか分かんないというすごいジレンマやこれ。つまり二灯式のバイクで片方ハイビーム片方ロービームみたいなのがあればめちゃめちゃ便利ですね。それが一番いいな。ていうかバイクのライトはほんまなんかもうちょっと開発者考えろよな。夜間走行一切無視しとるもんな。いやだってバイクは昼間走るもんですよねみたいな、絶対そういう答え返ってきそうな開発やってるからなこれ。ほんまにこんな明るさでお前車検通ってるのが不思議やけどな。車検もおかしいけどな。十津川村、十津川ビレッジ到着。この明るさでもちゃんと今肉眼で見てるぐらいの映像で撮れるカメラが早く出てほしいんだよ。 GoPro10 頼んでるけどあれいまいちらしいの。トヨタつけてちょっとテストするけどあんまり暗所撮影には向いてないらしいね。やっぱ暗所撮影するんだったらイメージセンサーがでかい1インチ以上のやつで、もしくはチップで補正できるやつ iPhone みたいにじゃないと無理っぽいな。アクションカメラでそこまでいいやつは今のところ出てないですね。 GoPro に関してもあれはそこまであの会社はお金をかけてない、技術力もあんま持ってない。アップルとかに比べたら小さい会社ですからね、しょうがないけど。アップルに買収されてでかいアップルのチップ搭載してほしいんやけどな GoPro に。そしたらもう完璧じゃん。 iPhone のレンズと iPhone のイメージセンサーと iPhone のチップ搭載した GoPro 出たらもう最高やな。最高ではないか、ちょっと見てみたよねそれ。 iPhone ほどかさばらなくて映像はそれなりに撮れるという。しかも広角レンズで、超広角レンズでレンズを選べたら最高や。アクションカムで夜間も綺麗に撮れる時代が来ればナイトライダーもいいと思うけどね。夜のこういう走行も昼ばっかりですからね。どうしてもバカでかいガガーバイクにぶつかってきた。バカなひらひらドーンってなった。ああいうことあるからほんまに夜は怖いぜ。でなんでこう寄ってくんの？ヘッドライトの光かな。こう肉眼だとちょっとねこの山の方見えるんですよね。この霧が溜まってる感じ。普通カメラって肉眼よりも明るく映るやんか。 GoPro のカメラダメだなほんまに。肉眼以下。バイクのヘッドライト暗いからな。バイクのヘッドライト明るいモデルあんの？フルカウルとかにあんのかな。二眼のネイキッドで明るいのないのか。LED 化したら逆に暗なるからなあれ。バイク乗りの平均年齢高いから夜に走る人はあんまりいないみたいな前提で甘えた製品開発してんのか。東南アジアとか若者多いから普通に夜も走っとるやろ。そして死んでるやろ東南アジアのバイク事故のパターンえぐいよな。むちゃくちゃやん。東南アジアのなんかツーリング動画とか見ても、最近は見てないけど昔見とったんよ。それでいっぱいハマっとって、元ブログみたいな海外の元ブログハマってる時に東南アジアのなんかタイかインドネシアかどっかのやつの動画とかすごかったんだ。むちゃくちゃや。峠道みたいなところで走りに行くんやけどすげえバイクの数で、そのバイク同士でなんかすり抜けやりまくって、それは事故るわって感じ。それでたまにめちゃめちゃでかいなんか古臭いトラックがブワーって来て、
それもギリギリでかすめていくみたいな。そりゃ事故るぜって感じやね。やっぱ夜走るんやったら首都高みたいな明るいとこじゃないと無理だね。東京行った時明るかったもんな。そりゃあんな明るくてビルがグオーって来てる風景やったらそりゃ映像映えするわ。こんな山道のこんな薄暗いとこで映像映え全くせえへんから、なんやこれって感じやろ。